どうもプロです。今回は SA3F を合格できるやり方を解説していきます。 SA3F の難しいところは最終層が比較的へこみやすく、初めてやる方はちょうどいい総数パス数もわからないと思うので、合格できるコツと一緒に話していきます。黒革は溶接材料の表裏当て金の黒革は必ず除去してください。取らなくても受かる人は受かりますが、黒革があるとアンダーカットになりやすくなるのと、曲げでかなり不利になります。ミルスケールには目に見えないピンホールなども含まれるため、溶接前に除去することは基本です。動画内ではしてない部分はありますが、必ず除去してください。ルート間隔は 5,6mm が個人的に一番ベストかと思います。なぜかというと、電流を高めに上げるので、あまりギャップが狭いと1パス目の回先の先を狙う前にプールで溢れ溶かしきれないといった状況になりやすいのと、最終ビードが終わった後のビード幅が 38mm 以内に収めないと外観で落とされてしまいます。溶接速度を速くやるのが得意なら 4mm でも大丈夫です。仮付け溶接の電流は 180A、中板と違って熱が入りにくいので高めで仮付けします。裏当て金が厚板用がなかったので中板用ですがご了承ください。逆歪みは全部で6層9パスで行いますので、7度でやると溶接後まっすぐになります。裏側も両端 15mm 以内に4箇所仮付け溶接していきます。ギャップが 5,6mm だと 30mm くらいになるので、溶接後ビード幅が 34mm くらいになっても 4mm 余裕があるので補修もしやすい溶接条件になります。ちなみにルートフェイスは取りません。専門用語がわからない方はチェック。取らない方が回先の先を溶かしやすいので裏曲げが有利になります。椅子に座ってやりにくい方は立ってやってもいいと思います。それでは使用ワイヤー説明します。使用ワイヤーは規格 YGW12 低電流用を使用します。このワイヤーは汎用性が高く、最大値 280A まで使うことができます。ですがあまり高くすると電気が適正でもスパッタすごいです。それでは電流調整していきます。一番無難な電流は220から 230A がやりやすいかなと思いますが、自分は電流高いのに慣れているのとちゃちゃっと終わらせて帰りたい派なので、少し設定は高めにしてやります。4層目まではこの電流値でやっていきます。表示の電圧は使用条件で変わりますので参考程度にしてください。厚板なので握りっぱなしは疲れるのでクレーターあり機能を使います。クレーター電流値は本電流よりガクッと落として調整するといいです。お好みに合わせてみてください。実際合わせたら T 字に組んだテストピースに試し出しすると電圧が高いか低いか分かりやすくなるので、平板に出すよりおすすめです。隅肉溶接きれいにできる電流なら回先もきれいにつけられます。クレーター機能を使ったことがない人は大変便利なのでぜひ使ってみてください。スイッチを一度握ると指を離しても本電流が出っ放しになります。もう一度スイッチを握るとクレーター電流に切り替わります。多少練習すると慣れますから。それでは1パス目の注意事項を含めて話していきます。統治角度はなるべく溶接材料に対して平行にしてください。できなくもないですが、これはダメな例ですね。統治角度は45度くらいの交代法をキープします。このくらいでもいいですが、なるべく倒します。このくらいで1パス目やると裏曲げ高確率で折れます。このように前進法も NG ですね。スタートはなるべく端からスタートします。次にトーチの持ち方を説明します。左手が熱くなるのが嫌ならこんな感じで持ったりしてます。こっちの方が安定はしますが、
左手が熱くなってしまうので、組み合わせながらやるといいですね。慣れてない方は、ハンド面でやる方は手と手をくっつけた方が手ぶれしないで溶接することができます。なるべく両手の方が望ましいです。それではですね、始める前にこちらの画面を確認してください。プールとは液体になった溶着金属、アークとは丸い部分ということで説明していきます。ワイヤー突き出し長さは15から 20mm をキープ。プールが同じ形でついてくるように、そしてアークよりプールが先行しないように注意。ワイヤーで貝先の先を狙いすぎるとかっちゃいて折れてしまい、次のパスを埋めるときに内部欠陥になる可能性があるので注意しましょう。1パス目の目安は 2,3mm くらい盛る速さが無難な速さです。溶接は薄く盛ると中身が比較的良くなるので、 2,3mm くらい盛れる速さを体で覚えるまで練習しましょう。端部はスイッチをもう一度握り、クレーター機能を使い処理します。1パス目は裏曲げがあるので、試験に受かるために半自動溶接の溶かす原理を話します。今書くのがワイヤーの位置です。貝先の先から 1mm 離したところまで振ります。初心者の方はよくありがちなのですが、このように進みすぎることは NG です。なぜかというと、太ペンをアークで例えます。最初の適正なウィービング振り幅だとほとんど塗りつぶされていることがわかります。アークよりプールが先行していなければ完璧です。進みすぎたウィービングだとアークで狙えていない場所ができてます。こうなると NG。 基本アークで狙えていない場所は内部欠陥になっていると思ってください。このことを踏まえてウィービングしていただくと完璧な溶接に近づけます。スラグはスパッタが多くなったり内部欠陥のリスクがあるのできれいに落とします。スタートは垂れ防止に、一度スタートしたらすぐ切り、熱いうちにすぐスタートし直すと垂れにくくなります。映像のような感じでテンポよくウィービングします。電流が 220A くらいでやるともう少し落ち着いてウィービングできます。自分側のビードの際は見えにくいので意識して狙ってください。僕も後輩に教えていても狙えていない人が多いので注意してください。半自動溶接はこの丸い部分のアークで溶かすことができるので、触れていないと溶けないし曲げも曲がりません。先ほど伝えましたが、アークよりプールが先行するやり方は内部欠陥になり曲げも曲がらないので注意です。プールが先行するということは溶接速度が遅すぎです。プールが同じ形のままプールが先行しないようにさえ守ってやれば速度も一定に保っている証拠にもなりますし、中身もいい溶接になります。3発目からはだいぶウィービングの振り幅が広くなってきます。動画後半で曲げの説明を詳しく話していきますが、厚板には側曲げという曲げがあります。側曲げは板の中間部分までスライスし、表曲げのように曲げるので、3発目の溶接は側曲げに関わってくるのでしっかり溶かす必要があります。側曲げは視聴者さんのおかげで初めて知れました。それを知らずに今まで溶接してましたが、落ちたことはないです。あとですね、話変わりますが、ワイヤー突き出し長さが10ミリくらいでやり続けたりすると、スパッタがチップ周りにたくさんついてワイヤーが出なくなり止まったりすることがあるので注意です。慣れてない方は誰かに見ててもらいながら隣で指示してもらうと適正な突き出し長さをキープし、体で覚えることができます。言い忘れましたが、ノズル清掃はマイパスごとに清掃してください。ブローしたら終了なので、
クレーター処理はワイヤー突き出し長さを当ミリくらいにしないと安定しません。4層目からは広いので2パスに分けて溶接していきます。3パス目のビードの際をアークで狙いながら3パス目のビードの真ん中くらいまでかぶせます。4パス目の溶接速度は早めに行います。溶接速度が遅すぎると次のパスでいっぱいになり、最終層を溶接するときに見えなくなりぐねぐねに曲がった溶接になってしまいますし、よもり高さが7ミリを超えると外観で落とされてしまうので注意。そして側曲げもあるのでしっかり溶かしましょう。5パス目は4パス目のビードの際と3パス目のビードの際をウィービングしてアークで溶かします。盛りすぎてしまう人は電流を少し下げたり、統治角度を交代法45度ではなく2、30度ぐらいに起こしてやるだけで調節できます。あとは進むスピードを意識ですね。電流、統治角度、溶接速度を意識して最終層手前は 0.5 から1ミリ残せるように練習してください。マイパスごとに自分が盛る量を意識し、溶接後確認しながら持っていくという意識で練習するとうまくいくかと思います。現時点で回先3ミリ残っている状態なので、次のパスで先ほど言った統治角度を起こして調節してみます。電流は 10A 下げ 240A に下げて溶接します。6パス目はとても重要で、このパスで回先を埋めすぎてしまうと最終層がうまく溶接できません。埋めすぎないようにアークで 4、5パス目のビードの際も狙いながらウィービングしなくてはいけません。おそらく僕の溶接速度ですと最初から 230A でやっていたら、このパスで回先 1mm 残しを落ち着いてできたかなと思います。このように自分の溶接後の結果を見ながら次の練習の時に試し繰り返し練習していくと上手にできるかと思います。ちなみにパス数ルートギャップが変わると逆歪み量も変わるのでご注意ください。回先残しがおそらく 0.2 から 0.3 ミリくらいになってますね。最終層を盛るときにギリギリのラインです。スラグ落として7パス目いきます。7パス目は6パス目のビードの際、5パス目のビードの際をアークで狙い溶かします。6パス目と同様に回先残しを 0.5 から 1 ミリ残しになるように溶接していきます。6パス目ビード際を狙うときはワイヤーで直接際を狙うという均一性を持たせる意識でウィービングするとビードがまっすぐなるかと思います。このパスで回先が埋まってしまう方は映像のようにトーチを溶接材料に対して平行にしないで中に向けながらウィービングするとうまく回先を残せるかと思います。ただアークでビード際を狙いにくくなるので注意です。埋めすぎてしまった場合は200ミリくらいの長さの裏当て金をガイドにすると脱線してぐねぐねに曲がった溶接になりにくいです。他にもこちらの動画でも脱線対策話しているのでよかったら見てみてください。概要欄に貼っておきます。最終層は外観検査があるので
貝先残存は失格になりかねないので、端部も漏らさっているか確認してから進みます。進むときは残した貝先部分を目印に貝先の中心を超えるくらいまでウィービングし、プール形状を丸く同じ形でついてくるように溶接してください。このことを守ってやっていただければかなりビードが綺麗になります。統治角度は少しだけ交代法になるくらいで溶接した方が盛りすぎたビードになりにくいです。2021年の改定で溶接方向はどっちからやっても良くなったので、最終層は全身法でやりたいと思う方は全身法でやってもいいと思います。やり方は人それぞれなので、自分に合ったやり方が一番いいですから。JIS資格のルールは溶接協会に確認してますが、地域によってルールが多少違うかもしれないので、不安な部分は地元の協会に必ず確認してください。スラグが邪魔するので落として最終パスいきます。8パス目と同様に貝先残存しないように確認してから進んでいきます。残した貝先を目印に8パス目のビード際をワイヤーで直接狙うという均一性を持たせた意識でウィービングしていきます。必ずアークで溶かしてからプールをかぶせるイメージでウィービングしてください。低電流用のワイヤーなので、大電流用のワイヤーと違いプールが広がりにくいので、大電流用のワイヤーに慣れている方なら大電流用ワイヤーで試験を受けた方がやりやすいかもしれませんね。専門級取ってしまえば下向き受けることないので試せずにいますが、ワイヤーも自分に合ったワイヤーを使用した方がいいと思います。ワイヤーによって個性が必ずあるので。溶接完了です。まあまあですね。ちょっとクレーター処理が雑でした。より高さは7ミリ以下なら合格です。4ミリないですね。ついでにクレーターも測ってみます。ぼやけてますが2ミリないくらいですね。それでは最後に曲げ試験について話します。曲げ位置は画像の位置になります。側曲げが2箇所と真ん中が裏曲げです。正確な寸法はわからないのですが、1パス目は真ん中が裏曲げなので真ん中は気が抜けませんね。この側曲げどのように曲げるのか気になりますよね。5ミリの厚さにスライスし、中間部分で表曲げするみたいですね。普通の表曲げがありません。中間部分の内部欠陥は NG。 アークよりプールが先行している、電流が低すぎる、電流電圧が合っていない、ワイヤー突き出し長さが短すぎたり長すぎたりして電気が不安定になっている、アークで貝先の先や溶接の際を狙えていない、内部欠陥ができている、曲げ位置にアンダーカットしている。この他にも1パス目をやるときに交代法45度になっていない状態でやっているなどがあります。ご視聴ありがとうございました。次回は曲げ試験第2弾か AW 検定の撮影できそうなものを投稿していきます。まだ時間がかかるかもしれませんがご了承ください。溶接の撮影方法を知りたい方は溶接日記さんに聞いてください。概要欄に貼っておきます。